はい、続きまして、これはですね、ネックトラスロッド絡みですね。ネックの状態について、これも問い合わせ結構ありますかね。っていうか一番問題になりやすいっていうかね、まあ、結局は引きにくいとか、ね、分からなくてもネックの状態どうですかって言っても、よく分かんないんでってね、まあ大体そういうのはネックが引きにくいっていう、まあ、そういうのが原因になってるんだけども。そうですね、じゃあ、まず分かりやすく説明するためにネックの状態、大きく3つですかね。順反りと、逆反りと、あと、まっすぐというか、正常というか、というのは、それがどんなふうなことかっていうことで、楽器屋さんに行ったりなんかすると店員さんがねこうやってこうやって、ネックの状態見ますね。どうやって見る？僕は、台に置いているときはこちらからですね、こちらからこういう感じで、見たりだとか、あとこちらでこういう状態で見たりもします。いろんな方向から見るっていうのは本当それが一番正しいと思うけども、だいたいこの辺が問題になってるっていうのが多いからね、この辺はちょっと複雑な歪みだったりするもんで。そうですね、これはあれですよね、そのロッドの、効くエリアにそうだね、問題がというか、ポイントがあるわけですね。たまたまあるぞ。はい、たまたまちょうどいいところにこれがねこの中に入っていて、トラスロッドですね。そうだね、トラスロッドが入っててキュッ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 とこう回すことによって、ね、これがこうエビ反ったり、ね、まっすぐにしたり、こう逆にこう回っていって、そういうふうに調整するんだけども、だいたい聞くのが、この辺がそうですね、だいたいこの辺りですよね。この辺がスーッと後ろへ来るみたいな感じの構造になってるわけだよね。結構あれなんですよね、指板ってここからここまでの距離があるので、ロッドも全体で効くと思っている方が多いんですね。だいたい構造的にはもうこの辺をしっかりと矯正しますよみたいな作りになってるんだね、これはね。そうですね、なので、基本的にはそのロッドで調整できる範囲というのは、この辺りになるんですかね。そうだね、一番その症状が起きやすいのはここなので、そうですね、だいたい弦を張ってチューニングすると、70キロ超えるよね。それにネックは耐えてるわけですよね。一生懸命耐えてるんだけども、やっぱりずっとこう引っ張られてる力があるから、少しずつこうなってくるのかな。これが順反り。昔はねネックが非常に頑丈に作られてたから、もうその70キロ何のそのでもうびくともしないよっていうぐらい頑丈に作ってた時期があったけど。そうですね、昔のやつって弦緩めても全然ネック動かないですもんね。それはやっぱりねちょっとネック太いんだけども、こういうもんだよっていうことで、昔はそれで通用してたんだけども、今は襟引きと持ち替えても違和感のないようにとかね、そういうふうに本当にデリケートになって、だから弦を緩めるとこうなってくるし、張るとこう、そうですね、だから特に最近のネックはあれですよね、ハイポジションでも薄いんですよね。ペーパーがないというか。そうだね、こうやって高いところを引く人が多くなったから、ここで違和感のないようにということで、もうやっぱりそういうリクエストになってくるとますますデリケートになってくる。これ初めての方だとどういう状態がとか、その量がどれくらいまでかってなかなか分かりづらいんですよね。秘密兵器、それはスケールですね。そう、スチールのね、これがよくできてて直線がしっかりと出てるんだよね。これ直線がね、これね30センチ利用しない手はない。そのネックの状態がコンディションが分かるっていうことで、ずっとフレットの上を滑らせていくわけですよ。そしてこのフレットの上を通過するときに、その当たり具合というのを見るんですね。ちょっとカチカチいってますね今。だんだんねカチカチが強くなってくる。これねわざとねちょっと今こうやってるよ。こんな状態になってて、今ネックが順反りになってるわけですね。それで状態を見てる。順反りになると、動かすとちょっとカチカチ。もうだからひどくなるともう引っかかって通れなくなっちゃうみたいなね。本当ですね。カチ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 って。でそれでこうなってるんだなっていうね、そうだよね。こんな風にこうなってると引っかかってくるから、これが順反りのいわゆる状態ということですね。この状態でこうやって見てもらって、これが順反りなんだなっていうのを理解してもらえるといいけども、これせっかくなので、これを調整していきましょうと。
このケースに常備されてる、六角レンチ。六角レンチですね。L 型のね、5ミリ。これがこの中に。でね、調整するときに緩めたり、弦を緩めたりすると、はい、どうしてもやっぱりネックがまたコンディションが変わるので、はい、とりあえずしっかりとチューニングした状態、もう弾く時の状態で調整します。で3弦と4弦の間にしか入らないので、もうここに入れますよね。はい、そして時計回りに回すとネックがこう矯正されていくんだけど、限りがあるっていうか、3弦に当たっちゃうでしょ。ずーっと、回していくと、回していくと3弦が邪魔になるでしょ。回す量の目安になるってことですね。1回の回し具合をその、弦の間というのでちょうど、そうね、はい、3弦と4弦の間でやると非常に分かりやすいっていうか調整しやすい。これ今あれですかね、一応、弦に当たる部分がそう、ね、ゴムが巻いてあるので大丈夫なんですけど、一応レンチがそのまま裸で入ってるので、はい、ここの弦の当たる部分にクッションを今ここでゴムのクッションを当ててるけども、はい、そしたら弦に傷つけずに済むし、一番手っ取り早いのはこういう感じでね、ここにテープを弦の当たるところにテープを巻いてもらうと、そうですね、テープとかで何重かにしてもらうだけで全然違いますよね。最初は裸で入ってるからくるくるっと巻いてもらうと弦に優しい。でまた同じようにここまでしかね、はい、効かない。でこの状態で明らかにね、このカツンと当たるショックが減ってきてる。引っかかりが少なくなるわけですね。このくらいの感じで矯正されていくんだなっていうのが分かると、じゃあこの次これでこれの性格を知るっていうかね。はい、明らかにやっぱり音も変わりましたね。なんかスムーズに通過しつつあるぞみたいなね。はい、でここでちょっと引っかかる。ちょっと1フレットは若干高めに設定されてるから、そうですね。はい、だいたい2フレットぐらいを基準にして、この2フレットの上を若干今カツンっていう感じでしょ。ここからね、もう一回回します。ほら、もうほとんどもうカツカツ言わないですね。はい。回しすぎちゃうと、少しずつこの逆の方に逆反り強いんでね、逆になってくる。そしたらもうここはスムーズに通過するんだけど、今度はこっちに隙間ができてカタ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 とね、音を立てるようになると行き過ぎたというふうに解釈してもらって戻す。でもう一回ちょっとここまでやったら逆反り気味になっちゃったなっていうとなると元に戻して調子を様子を見ながら回していくということですね。そしたら大体この聞き方がこういう感じで把握できるから。これあれですかね、本当にまんますぐにする必要はないっていうことでいいですかね。そうだね。弦の振動から見ると、あんまりまっすぐすぎるとローフレットこの辺でリレーが目立ってくるっていうのはまっすぐの状態だとある。もう実際にそういうのがある。特にあれですよね、アコースティックの場合はエレキとかよりも振幅幅も大きいので、それも考えて若干順反りかなぐらい。そうだね。かといってあまりにも順反りがひどいとピッチが合わなくなってくるし、抑えにくくなるしっていうことで、ここの高さが変わってしまうのでってことですよね。そうだね。14フレットと1フレットをこうやって押さえて、ここの隙間、タッピングですね。そうね。ここがペタッとこの真ん中がフレットにくっついてるというのがまっすぐの状態なんだけども、そうじゃなくてコンマ2ミリ、3ミリ。そうですね、わずか隙間があるぐらいがいい。コンマ5ミリぐらいまでが許容範囲かなっていうのはよく言われるけども、少し、1ミリ空いてたらもう調整の必要。もうこの本当に紙1枚2枚ね、そのくらいの隙間っていうのが結構基準にされてるっていうかね。そうですね。通るんだけども、なんかちょっと当たるなみたいな、そのくらいがいいコンディションなのかな。弾いてみて、もちろん弾いてみて自分の弾き方のそのアタックで、そういうのをもう一回調整する必要もあるけども。そうですね。あとさっきもちょっと話してましたけど、ロットの効きはこの辺りということなので、この部分というのはまたちょっと別で考えた方がいいということですよね。こちらの方の歪みはやっぱり表のそういうの
デリケートな歪みっていうのに、フィンガーボードがついてくるっていうのがあってね。そうですね。この中に1本この大きなブレーシングが入ってまして、そこの、湿気だとかの上下によって動くこともあるので、一概にそのネックの状態と比例して考えるのも、問題があるというか無理がある。この辺はね、もう任せてもらった方がいい。そうですね。通常、皆さんが、触れるといいますか、普段のメンテナンスでちょっと気に、していただけるのは、この辺りということで、12フレットぐらいまでよく引くっていうかね、よく押さえて、この辺がしっかりとしたコンディションであってほしいと。そういうことですね。なかなかトラスロッド触るの怖いっていう方多いと思うんですよね。ただヤイリギターとしては、そんなに臆さずに触ってもらえる。そうだよ。せっかくケースの中に入ってるんだから、これ何ってね、これ何ってなって何か使うもんだなっていうふうにやっぱり解釈してもらって、取説に入ってるよね。入ってます。入ってます。この中に差し込んで、ここに差し込めるように。差し込んじゃいけないみたいだったら塞いであるはずだからそうですね、業務あれで触らないでっていうふうになってるはずだから、こう差し込めるということは差し込んで調整できるよ、その辺はもう自分で調整できる範囲だからっていうことだね。それでもっていうね、状態になった時、もう環境が悪かったり本当にかわいそうなねところで野ざらしになってたりとか、そういうギターは傷んでそれじゃ済まないっていう場合があるから、そういうのはもうオーバーホールしっかりとアフターでやるけれども、ちゃんとした状態でもね微妙に動くもんで、そういうのはこういうのは重宝やれて損はないと。そうね。そうですね。あと、重さですよね。回してると回らないだとか、ちょっと硬くなってくるね。だんだん硬くなってくるよね。だからどこまでっていうのがやっぱりそれが不安の材料だと思うけども、ある程度これ回していくと分かるけども、もうビクともしなくなる。もうそうですね。人の力ではちょっと回らないんじゃないかっていうぐらいの硬くなりますね。例えばこれでバチンとここが切れちゃうとかそういったことはなくて、もうビクとも動かないぞみたいな。必要なその調整量ぐらいではよほどトラブルになるぐらいのことはないということですよね。そうだよね。そういうふうに作られているから、問題なく不安なく扱ってみて、ただ古いギターになってくるとね、ここのキャップの端口がこれ固まっちゃって、グリースが固まっちゃって、なんかもう動かないんだけどっていった感じで、送られてくるギターがあるんだけども、古くてね固まってこびりついてるような感じになってるだけで、スーッと潤滑剤を入れるとまだずーっと余裕があるみたいな、そういう性格も持ってるよね。だから古いやつはちょっと潤滑油で、治るケースもある。機能をね、元通りにする。ただ、今の話を聞くと基本、力で回らないのはちょっと相談してもらった方がいいですか？そうだね。だからビクとももうしなくなっちゃって、それでもまだもうちょっと調整したいなっていう場合はもう根本的な調整作業っていうのが必要になってくるから、そういう時にヘルプこちらに相談してもらうとしっかりと、対処する。こんな感じかな。はい。というわけで、今日はですね、実際ギターを使っている時に、起こりうる、軽度のトラブル、なんか言い忘れたこともあるかもしれないな。でもそういったものはまたそれこそ、そうだね、またメッセージもらったりだとか、お電話いただいたりだとかで、この問題があるじゃないかっていうのが。そうですね。なかなかケースバイケースというのも結構あるんですよね。そうね。一概にこのなんていうんですかね、絶対こう起こりうるっていうところから外れたこともありますしね。そうだね。人と一緒でさ、そのギターの持ってる性格があるね。そうですね。一本一本性格が違うなと思うよ。最終的にはそういったものってやっぱりそのギターに合わせた処方というかになりますもんね。本当にそうだよ。だからそのためにやっぱりこのリペアというのがあるので、そういう部分では大いにこう頼ってもらって。でも本当に数こなすと分かるけど、一本一本本当に違うんだよ。だからもうその人の好むコンディションとかね、そういったものも絡んでくるから。そうですね。
だから本当にこれでいいのっていうのがその人のベストコンディションだったりもするので。正解はないというか。そうだね、はい、だからもうだんだんこだわってくると、もうその人に合わせたコンディション作りっていうのをギターはやっていかなきゃいけないけど、そうですね、とりあえず基本的にこういうセッティングだよっていうのは初心者の方は特にねマスターしてもらって、はい、まあ、どうしてもこういう楽器なので、やっぱりこう長く付き合っていけば今回ご説明したようなトラブルというか、そういったことは起こりうるので、まあ、そういった時にまたこの動画を思い出してもらって、あ、そういえばここもしかしたら緩んでるだけかなとかっていうことはあると、その場で治ることもあると思いますので、参考にしていただければと思います。ということで、本日もやいりギター YouTube チャンネルお届けしました。今日の動画面白かったという方、ぜひチャンネル登録お願いします。それではありがとうございます。